ジャスパー・サットンの幼馴染がまた助手席に座っても、私は騒ぎ立てない。おとなしく後部座席に移動し、彼の親友ジョナサン・クレイトンと一緒に座る。ガタガタ道を走っているとき、私の膝がジョナサンの鍛えられた太もかに触れた。わざと動かさずにいると、彼も動かなかった。サービスエリアで休憩中、ジャスパーの幼馴染は彼にしがみついてトイレへ向かった。ドアが閉まるや否や、ジョナサンは私の首筋をつかみ、キスをしてきた。劇場に陥りながら浮気がやめられない理由が分かった気がした。第一章。ジャスパー・サットンの幼馴染キンバリー・ジェンセンがまた助手席に座ったとき、私は抗議も騒ぎも起こさなかった。ただ振り返り後部ドアを開けた。しかし驚いて一瞬止まった。ジョナサン・クレイトンな多忙な人物がこんな短いドライブに参加するとは思わなかったからだ。素早く平静を取り戻し、私は控えめに会釈した。メガネをかけ、疲労の跡が見えるジョナサンはまぶたを上げて一別し、軽くうなずくと再び目を閉じた。シートベルトを締めながら、キンバリーは得意げに私を振り返り、眉を上げた。キャシー、私は車酔いするから前席に座るね、いい？キミーは車酔いするから。おとなしくして。いつもそんな些細なことで騒ぐな。私は軽く笑った。わかった。ジャスパーは少し驚いたようだが、それ以上は言わなかった。キンバリーが半分食べたパンを彼の口に押し込んだから。これまずい。食べてよ、ジャジー。顔もしかめず、ジャスパーは自然に残りのパンを食べた。キンバリーはバックミラー越しに私を見て、遊び心で舌を出した。私は無視し、ソーダの瓶を手に取り、開けようとした。蓋は固く、二度試しても開かなかった。前席で、キンバリーは唇を尖らせて瓶をジャスパーに渡した。ジャジー、本当に開かない。手に力ないの知ってるでしょ。ジャスパーはただ彼女を溺愛した目で見ると、やすやすと瓶を開けた。そして二人は親密さを一切避けず、変わる一口ずつ飲んだ。吐き気を催した。瓶を置こうとしたとき、突然男の手が伸びてそれを取り上げた。黒のカジュアルスーツの袖の下には、銀灰色のシャツのカフスが見え、細い手首にきちんとフィットしていた。その手は美しかった。長く、くっきりとした指、短く清潔に整えられた爪。窓から差し込む移り変わる光の中で、彼の指は磨かれた銀のように見えた。呆然とする間もなく、ジョナサンはもう蓋を開け、瓶を返してくれた。車内の音楽がちょうど流れ始めた。私は素早く瓶を受け取り、小声でありがとうと言った。ジョナサンは軽くうなずき、再び目を閉じた。病院の夜勤明けに違いない。疲れた目にかすかな赤い血管が見えた。私はソーダをゆっくり飲んだ。車は本線にスムーズに合流した。キンバリーの誕生日が近づいていた。そこでジャスパーがこの短い旅行を企画した。7から8人で3台の車に分かれ、100マイル先の温泉リゾートに向かう。走り出して間もなく、キンバリーは文字通りジャスパーに張り付いた。音楽が大きく、何を言っているか聞き取りにくかったが、明らかに楽しんでいた。最近、ジャスパーと私はキンバリーとの不適切な近さで何度も不快な口論をした。彼は次は気をつけると約束した。だがキンバリーに会うたび、その約束は無賛した。突然、すべてが無意味に思えた。うつむき、苦笑いし、窓の外を見た。山道は曲がりくねり、ところどころに緩んだ岩が散らばっていた。車が揺れたとき、私は思わず横に寄り、スカートの下の素肌の膝がジョナサンの太もかに触れた。ぴったりと押し付けられた。本能的に離れようとした。だがふとキンバリーの首にかすかな赤い跡があるのに気づいた。バカでもわかるキスマークだ。
誰がつけたか推測するまでもない。その瞬間、反逆心が湧き上がり、私は固まり、膝をそのままにした。ちょうどその時、ジョナサンが目を開け、私を見た。私は平静を装い、真正面を見つめ、彼の視線を避けた。しかし彼の太もも外側に押し付けられた膝は、わずかにさらに近づき、強く押し付けた。ほんの薄い布一枚隔てているだけだった。その下の筋肉の硬さと熱をはっきり感じ取れた。熱波が押し寄せ、神経が電流のように興奮した。第2章。口が乾き、唾を飲み込み、再び水筒に手を伸ばした。冷たい水が喉を流れ、内なる落ち着きのなさと不安を抑えつけ、静静に戻した。ジョナサンはまだ足を動かさなかった。ただ私がそうして押し付けるままにさせた。一瞬、心臓が完全に止まったように感じた。そして再び鼓動が早まり、制御不能に激しく打った。だがちょうどその時、車が突然鋭くスウェーブした。キンバリーが前席で驚いた叫び声を上げた。怖いよ、ジャジー。大げさに胸を叩き、声を柔らかくして褒めた。でも反応早いね、ジャジー。ハンドル切らなかったら岩が車に当たるところだった。ジャスパーは笑った。感心した？俺の運転技術は超一流だ。キンバリーは突然身を乗り出し、彼の方にキスした。すごい、ジャジー。ご褒美のキス。やめろよジャスパーは怒ったふりをした。少なくとも女友達が後ろに座っているのは忘れていなかった。彼は彼女を冗談めかして睨んだ。おとなしくしてよ。キャシーがここにいるんだぞ。キンバリーは目を大きく見開き、無邪気で純粋な表情を装った。キャシー、ジャジーと私は幼馴染なの。彼はお兄ちゃんみたいなもの気にしないでね。私は毛布を引き上げ、冷たい笑顔を浮かべた。あら？家でもお兄ちゃんにそんなキスするの？キンバリーはすぐに哀れっぽい表情をした。ジャジー、見た？キャシーは私のこと好きじゃないんだ。行かない方がいいかも彼女を怒らせたくない。ジャスパーはすぐに顔を曇らせた。やめろ、キャサリン。君はキミーより2歳年上だ。もう少し大人になれないか？彼女はまだ子供で甘やかされて遊び心があるんだ。なぜそんなに厳しくしなければならないの？その瞬間、私はもう議論する気力もなかった。より寛大になれ、そうか。だが将来、あなたも同じように寛大でいてほしい。毛布の下で私の足はジョナサンのにより強く押し付けられた。車が再び少し揺れたとき、私の膝とふくらはぎが再び彼に触れた。突然、彼の長く温かい手が滑り、私の太ももを掴んだ。彼の手のひらは私の冷たい肌に熱く、その温かさが波のように染み込んだ。その一瞬、感覚が1000倍に増幅した。彼の指のかすかなタコさえ感じ取れた何年もゲカメスを握ってできたタコだ。彼の指先が私の肌を撫でるかすかな摩擦を感じた。思わず彼を一別したほんの一瞬だ。だが十分だった彼がまっすぐ座り、シャツの襟がきちんとボタン止めされているのを捉えた。しかし彼の喉仏は鋭く動き、緊張を裏切っていた。横から見た彼の顔の鋭い輪郭は際立ってハンサムだった。それは心臓を思わず飛び上がらせるようなものだ。ジョナサンはジャスパーの社交界の異端児だった。彼らの間にいくらかの遠い家族関係がなければ、彼のような冷徹で無関心、潔癖症の男がこの集団に交わることは決してなかった。ジャスパーと付き合ってから自然と彼を知ることになった。だが会うたびに礼儀正しい会釈と挨拶以上ではなかった。彼は静寂を好み、口数が少なく、私生活は白紙のようだった。集まりでは
他の者がトランプやスポーツをしている間、ジョナサンはよく早退した。残る時は、隅のソファに一人で座り、目を閉じて静かに休み、周りの賑やかな混乱に加わることは決してなかった。ジャスパーはよく冗談で言った。いとこはほとんど僧侶だ、純粋で未経験。27歳で多分女と一緒になったことすらないさ。だがこの1年でだいぶマシになった。10回誘えば3、4回は顔を出す。数年前なら諦めろ。一目だって会えやしない。実は大学時代にジョナサンの噂を聞き、遠くから数回見たこともあった。私にとって彼はいつも少女が初恋に夢中になるような男のように思えた。遠く、手の届かない空高くかかる月のような。接触はほとんどなかった。胸の不快感で病院に行った数回を除いて。偶然、彼の名前の予約になった。最初は少し恥ずかしかったが、ジョナサンは完全にプロフェッショナルだった。すぐに安心した。後で密かに自分を叱った。結局ジョナサンは外科医、彼が見たことないものなんてあるのか？第3章。若く美しくスタイルが良くても、私は彼にとって単なるもう一つの体に過ぎなかった。だがそれでも、検査中に彼の手が触れたとき、思わず目を閉じ、顔が真っ赤になった。後で帰るとき、気のせいか、部屋の暖房が強すぎたのか、ジョナサンの耳も少し赤く見えた。ジャジー、次のサービスエリアで止めて。トイレ行きたい。キンバリーの声が突然私を現実に引き戻した。私は軽く唇を噛み、足を動かそうとした。だがジョナサンの指は握りを強めるだけだった。まつげを伏せ、再び動く勇気がなかった。すぐに車は停車した。キンバリーはすぐにホワインし、ジャスパーにトイレまで付き添うよう頼んだ。ジャスパーは振り返り、少し困ったように私を見た。だがジョナサンが突然低く落ち着いた声で言った。彼女は寝ている。ジャスパーはすぐに安心したようだ。ジョン、キミーとトイレに行ってくる。すぐ戻る。ジョナサンは単にと依らえた。ドアが開いた。そして閉まった。すぐに彼らの声は遠のき、完全な静寂が残った。キャサリン・ジョナサンは突然毛布を私の足から取り除いた。もう汗をかいている。暑くない？私はさらにうつむき、彼の視線を合わせられなかった。水筒をつかみ、一口飲んで気まずさをごまかそうとした。だが彼はそれを奪い取った。冷たい水をそんなに飲むな。私の医者の忠告をもう忘れたのか？どこから来た勇気か、突然顔を上げ彼の目を見た。クレイトン先生の医療技術は大したことないね。あら？彼は眉を潜めた。なぜだ？あなたのアドバイスに従い、薬を飲み、避けるべき食べ物を避けたでもまだ痛む。彼の眉のシワは深まった。まだ痛む？今実際痛んでる。私は唇を押し付け、挑戦的に顎を上げた。再検査に行くべきか、クレイトン先生？窓のすぐ外で、キンバリーがジャスパーの腕にしがみついていた。二人は密着し、空気さえ入る隙間がないほどだった。ジャスパーは彼女の方をつねり、愛情込めて髪をくしゃくしゃにした。完璧で離れがたいカップルのように見えた。煮えたぎるフラストレーションを感じ、胸に閉じ込められた怒りが必死に出口を探していた。気がつくと、ジョナサンの手を掴んでいた。それともクレイトン先生は医者としての義務を今果たし、私を検査してくれる？彼の手が私の胸に触れようとしたとき、彼は素早く引き離し、すぐに私の首の後ろをしっかり掴んだ。少し力を加えると、彼は私をぐいと自分に引き寄せた。キャサリン。彼はうつむいて私を見た。そして私は顔を上げなければ彼の目を見られなかった。
ここで私を誘惑しようとするな。誘惑？私は真正面から彼の視線を受け、一歩も引かなかった。クレイトン先生、医者としての倫理がないというのか？不快な患者を無視し、ただ座って見ているだけなのか？言い終わる前に、彼は突然メガネを外し、私にキスした。その味はまさに彼独特のかすかな苦味と消毒液の無菌膜な香りが混ざり、彼の肌の隅々から染み出し、私を完全に包み込んだように思えた。目を見開いた。本能的に彼を押しのけようとしたが、彼の手はさらに強く抱きしめるだけだった。小さな喘ぎ声が漏れたが、唇が離れるとすぐに、彼は完全に利用し、キスをさらに深めた。肺の空気はゆっくりと奪われ、頭がクラクラした。まず足が崩れ、そして全身が骨をバラバラにされたようにぐったりし、自分を支えられなくなった。彼の指は私の顎をつかみ、キスをさらに深くした。舌さえしびれた。いつしか私の手は彼のシャツをつかみ、必死の握りしめで聖地をしわくちゃにした。私たちの荒い息が絡み合い、劇場から目頭に涙がにじんだ。突然、ジョナサンは止まった。私はぼんやりと頭を後ろに傾け、まだ霞んだ目で彼を見つめたまるでもっと求めているようだ。ジョナサンは笑った。指で私の唇の端の湿気を払いのけた。急ぐ必要はない、キャサリン。え？私はぼんやりと彼を見つめ、頭はまだクラクラしていた。彼は再び身をかがめ、私の少し腫れた唇に柔らかく、長引くキスをした。彼の額は私の額に触れ、声は低く耳元で枯れていた。あと30マイル。着いたら、君が望むものをあげよう。